にちは、ありさです。これから YouTube では5分10分ほどフリートークの時間を少し入れたいなと思っています。気軽にカジュアルにお話しできる時間も入れたいなと思い、試しに5分10分の時間を YouTube の中に入れたいと思いますので、よろしければ一緒にお話しできればなと思っております。はい。どんなテーマにしようかなと思ったんですが、あまり硬くなりすぎず、昨日あったお話を少し皆さんにシェアできたらなと思います。昨日は久しぶりに2、3年ぶりに会う仕事仲間、元仕事仲間と一緒にランチをしてきました。もともと私が5年前くらいかなに立ち上げたブランドで一緒にお手伝いをしてくれていた子たちです。私の友達はみんなフリーランスで働いている子がほとんどです。フリーランスだといろいろな働き方があると思うんですが、私たちの周りも含め私も含め1対1で向き合うことが多いんですよね。人と人の1対1ではなくて、パソコンと向き合って仕事するという仕事が私たちはすごく多いので、なかなか人と情報交換をするっていうことが少なくなってきます。で、昨日話していて思ったことは、やっぱり外に出て人と話すという大切さすごく当たり前のことを話すんですが、なかなか外に出る機会がないと同じことをぐる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 考えて、時にはチャット GPT に相談したりするんですが、やっぱり同じところでつまずいてずっと悩み、なかなか一歩踏み出せないという現象がみんな起きてるんだなってことに、昨日話していて気づきました。フリーランスは、自由だと思われることがすごく多くて、実際時間の拘束がなかったり、自分でスケジュールを組むことができるので、そういった意味では自由の中に入るんですが、自由が逆に不自由になっているなということがすごく多くて、今まではどこかの会社に業務委託という形でブランドを運営させてもらっていたわけなんですが、2年前かな、1年半2年前ぐらいに完全に個人で法人を立ち上げてブランドをやるぞということで、動き出しました。個人でやるぞと思って動き始めた会社は自由度がものすごく高くて、何の制約もいい意味でなく、とても選択肢が無限にある状態なので、その無限に選択肢がある状態というのが逆に選択の精度を鈍らせているなというふうに思います。制限がある方がその制限の中で物事を考えるので、いい案が浮かんだりとか、鋭いというか制限のある中で考えた時に生まれるものだったり、そういうものが意外にたくさんあるんだなというふうに、開かれた自由の中で動いている今感じています。昨日話していていろいろな気づきがあったんですが、やっぱり私の課題としては石橋を叩きすぎるというところが一つの課題だなと思っていて、これがやりたいあれがやりたいと思っていても、少し先の未来を想像できないと、これはやっていいものかどうかという、私は結構二の足を踏んでしまうタイプなので、あまり先の先まで見すぎず、一歩二歩、目の前の一歩二歩の未来を想像できれば一旦やってみようという考えに昨日は少しなりました。今までの経験もそうだったんですけど、やってみなくちゃわからないことってすごくたくさんあって、この YouTube ももちろんそうなんですが、とりあえず週1回1年頑張って続けてみようと決めて始めたものだったんですが、本当にやってみないと気づけないことが今まで9ヶ月ぐらいかな、やってみてありました。自分の習慣に気づけたりだとか、自分の何を大事にしているのか
というのも動画を撮っていく中で気づけたところもあったし、会社となるとかなり身構えてしまうので悩むことが結構多かったんですけど、昨日やっぱり話していて、仕事こそ、自分のブランドこそやってみなくちゃわからないことがまだまだたくさんあると思いました。こんなことやりたいな、あんなことやりたいなというのは頭の中であったんですが、大事にしているからこそそれが自分の思い通りにならなかった時にへこみが大きくなってしまうんじゃないかなと思ったりとか、やっぱりすごく慎重になっちゃうんですよね。大切なものほどやっぱりこう大事に包んでおきたくなる過保護になってしまうっていうのは皆さんあるかなと思うんですが、やっぱり旅をさせなきゃいけない大事な子ほど旅をさせなきゃいけない。私のブランドは自分の子供のような存在で、いろいろな思いが詰まったブランドなので、まず一旦自分がやってみたいと思ったことを後先考えずやる、そんな来年にしたいと思ってます。来年というのは今から準備をしていると来年になるので、今からしっかり計画を立てて来年皆さんに告示できるように準備を進めていきたいなと思っています。やっぱり話すのはまだまだ少し苦手なんですが、頑張って5分10分 YouTube でしゃべる。何か皆さん話したい内容とかあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ここまで聞いてくださった方は本当にありがとうございました。